S670、今度はですね機能編に、行ってみたいと思うんですけど、この機能がねもうやっぱりボタンも多いんでね、多そうに見えるでしょ。多いですけど多いんですけど使いやすい、非常に機能的にできてます。ここをね紹介したいと思いますね。まずはねライブコントロールで、さっきもダンス系のやつで使いましたけど、このライブコントロールの面白さ、これはねもう素晴らしいですね。じゃあちょっとこの、ダンス系のパターンでいってみたいと思うんですけど、これこの感じでこの感じでいってみますね。でライブコントロールっていうのはこのアサインのボタンを押すことでこのように組み合わせがいろいろあります。で、すなわち今ボイスのフィルターとレゾナンスになってますね。ということは低く音色で、今アルペジエーターのこの音が鳴ってますけど、これがなりましたね。じゃあ今度これ切り替えますよ。今度いくつかあるんで、じゃあ今度このボイスのアルペジエーターのベロシティとボイスのアルペジエーターのゲートタイム、これいってみようか。すなわちこれがほらベロシティ変わりますね。でこれよくわかりますね。次行ってみましょう。今度はスタイル側、この演奏してる方の、スタイル側、今度はリトリガーオンオフのレイトと、スタイルのコーラス、これは面白いです。これでしょ、コーラス、音がぐわーっと広がりますね。次リトリガー、上げていきます。ね、左目いっぱいで元に戻る。これは楽しいですね。じゃあ次ボイスのフィルター、スタイルのフィルターとリバーブ、フィルターかかってるの分かるね。でこっちがリバーブ、こういった具合にライブコントロールとしていろんな効果をアサインできます。これはまさにミキサー感覚、 DJ 感覚というか今までなかったですね。素晴らしいです。でね、いろんなセッティングができると分かるじゃない。例えばこう何のパターンを鳴らすとか、何の音色を鳴らすだとか、次何のパターンスタイルで演奏するだとか、それをメモリにするのが実はこのレジストレーションメモリーっていうところなのよ。ね、ここで一発で全部変わっていきます。何の音色を使って何のスタイルで演奏するかっていうのが全部ここで瞬時に変わります。例えばこれも、1番こうでしょ、3番にするとダンスになりますね。変わりましたね。このように一瞬で変えられますから、レジストレーションね、いくつかのレジストレーションバンクがあって、それぞれに対して8つのレジストレーションを登録することができます。もうめっちゃくちゃ便利ですね、これね。でさて次マルチパッド、これいってみましょうか。このマルチパッドというのは4つのボタンがあって、これでまあ今ドラムの音になってますけど、いろんなこれも働きがあります。このセレクトっていうところを押すと画面がこう変わりますね。でいろんな、セレクションがあって、例えば DJ の SFX って言ってみましょうか。そうすると面白いね、スクラッチ、もう最高ですね。
ダンスキット。ダンスキットの音をマニュアルで鳴らすことができるという、こういったのがいくつかもプリセットであるんで、もちろん自分のね、WAV ファイルとかオーディオファイルもここにアサインすることができますからね。これもねよくできてますね。そしてそういう自分のボイスを持ってくることができるということも含め、いろんな外部の拡張というところでね、今ここに USB をここに挿してますが、 USB メモリー今ここに挿してます。ここで例えばどういうことができるかというと、例えば、USB の中に入ってる WAV ファイルを再生するだとか、例えばちょっと WAV ファイル再生してみましょうか。こんな感じでこのように中に入ってる WAV ファイルがもう鳴ってしまうと、もう最高ですね。他にもですねいろんなことがあります。今ねこの WAV ファイルの中に MIDI ファイルも入れてるんです。今 MIDI ファイルを入れてて、この MIDI ファイルちょっと面白いことをやってしまいましょうか。Amazing Grace、 非常に有名な Amazing Grace、 このソングコントロールで Amazing Grace を鳴らすことができます。これ鳴ってますね。でスコアを出すことができる。これ今この MIDI データが鳴ってるスコアがこのように今再生されて出てますね。今ここにこう来てるでしょ。でドファラソファラね、見ながら演奏することができるという。でさらに今これスコアでしょ。さらにリリック、コードと歌詞が I'm fine was blind but now I see、 こうね歌うことだけでコードもちゃんとね、表示されてますね。これもちろん日本語の曲だったら日本語を再生しますからね。ちなみに全部のテキストもこれ日本語表示もあれば、英語表示もあればね、いろんな表示を、させることもできますね。よくできてますね。さらにどんどんいきましょう。このミュージックファインダーという機能、これね中に入ってるコンテンツも、外部のコンテンツもそうなんですけど、今中に70曲おすすめの曲がアルファベット順で並んでます。ダーッとありますが、これねどういうものかというと、例えば、Air in the G Strings もう3曲あるけど、この例えばバロックエアとかね、チルアウトとかクラシックピアノバラードとか、すなわちおすすめのこの G 線上のアリアのスタイルで鳴ってくれるという。じゃあイントロから鳴ります。いってみましょう。もうアレンジしてくれちゃってるもん。G 線上のアリアです。ここから最高に気持ちよいです。ミュージックファインダー、これね外部の曲も持ってこれるんでマックスで1200曲入りますから、
何その1200曲っていう感じだと思いますけど、すごいですね。でね、この PSR-S670 のもっとすごいところは、なんたってね、もう私がびっくりしたのはエフェクトのすごさ。例えばここにギター、もうこれだけでも非常にこのクリーンなね感じがいい感じ。ディレイとリバーブかかってますね。ギターね、今クリーンギターでしょ。これねエフェクトをかけてみましょうか。この、クリーンギターとかね、このエフェクトのタイプ、これいっぱいあるでしょ今ね。ここで選びます。これディレイでしょ。ディレイの中のそのタイプっていうのがいろいろあったり、例えばこれクロスディレイとかテンポに通じするディレイとかね。例えばディストーションいってみましょうか。ディストーションもねアンプシミュレーターですが、こいつすごいですよ。アンプシミュレーターだから、これかかりが最高。よくできてますね。例えばモジュレーションのエフェクトも、これコーラスだけでもものすごい数がありますね。すごいです。エフェクト、ちなみにエフェクトは全部でリバーブ、コーラス、 DSP123C 全部これエフェクト6系統です。すごいでしょ。でさらに6系統に対してさらにここにあるように EQ、 マスターの EQ で5バンドの、そしてマスターのコンプレッサー、これですよ。まあこれ EQ とコンプレッサー入れたら全部で1234567 8系統になっちゃいますよ。この豪華さはすごいですね。でさらにこのスピーカーで非常に超高頻な再生をするスピーカー 15W×15W、 もうものすごい大音量で出ます。家ではもううるさいくらい出ます。大変なことになってます。というようにもうすごいことになってますね。さらにユーザーの拡張ができるという面で、このユーザーのところにねエクスパンションということで、私今メキシカン、パックっていうのを S670 のやつを入れてますけど、これパソコン上からでもですね、このように例えばこれ2つ今ありますけど、こっから USB でつないでこっち側に持ってきたりとかね、編集して自分その中にパッケージにあるやつを編集して、どういうふうに並べるかとかやったりとかで、さらにね音色に関してもこのように一からボイシングをすることができる、ね、ボイスをこういろいろいじって、で自分のオリジナルのボイスをパソコン上で作って、このエディター上で作ってこっち側に流し込める。これはねすごいです、はっきり言って。なんといってもね、私が気に入ってる機能の一つがね、このスタイル、さっきからロック系だとかバラードとかね、こうスイングとか、レゲエとかやりましたけど、それをね自分で作れる機能があります。これはもうご機嫌いってみましょう。このファンクションのねスタイルクリエイター、スタイルをクリエイトするってことですよ。エンターします。ニュースタイル作りましょう。でね、ここで今ドラムがレック状態になってますね。ドラムの音が出てますね。じゃあドラムの音も変えられます。一個一個も変えられるんだけど、これはスタンドキットでキットごと変えちゃいましょうね。いいねいいね、これでいきましょう。じゃあこれをさらに2小節パターンにしようかなと。パターンレングスいくらでもいきますからね、これね4小節でもね、じゃあこれで2小節パターンで、軽くいってみようかなと思いますね。スタートを押すと始まります。メトロノームがこれに合わせて叩く。いきましょう。いい感じね、いいですね、いいね。じゃあ次、次はね、じゃあね、次はレコーディングチャンネルを今度はベースに変えて、ベースでですね、ベースの音色に、変えてみようかな。あ、いいね、いい音ですね、ピックベース。よし、これいってみよう。じゃあこの、スタートボタン、さっきのドラムが鳴りますね。これで合わせて
じゃあ次は、ピアノ系の音でエレピでいってみようかな。エレピのこのスーツケースのいいね、これいきましょう。コード感はね C メジャーセブンスで入れると後でスタイルコードをチェンジするときにねとてもいいと思いますね。いってみます。これに合わせて C メジャーセブンスでいってみますね。いいね。これでいってみましょう。そして、どうしたらこうアルペジオのギターみたいなのも入れてみようかな。ここでコード2のところで、それではギターアコースティックギター系の音色でちょっとアルペジオっぽいプレイでいってみますね。ワン、ツー、スリー。いいね。なんかこのシンプルな感じでいい感じでしょ。じゃあセーブしましょう。セーブでねこの、上の段階でじゃあこのセーブということで、セーブの OK。 よし入りましたね。これでユーザースタイルのところに行ったんですよ。これでこれで見てみるとユーザースタイルってありますよね。これ選びました。ユーザースタイルするとこれでこれもう最高。このように自分のスタイルになってしまった。これはもう十分活用していただきたいですね。メインの ABCD フィルもう全部作れます。最高です。さて私の iPhone、ありますけどここでねちょっと面白いものを見せちゃいましょう。私の音楽ソフトの中にですねコードトラッカーというのがあります。ヤマハのこれ、アプリなんですけどこれやるとねこうやって自分の曲をねこうやって、中にある曲をいろいろ見れるんですけどちょっと私の曲こうやって、ギフトっていう曲がありますけどこれをねポンってやるとこの曲のコード進行一瞬にしても解析したのよこれオーディオの曲ですよ。ちょっと再生してみますねこれね。ほらちょっとこのバラードの曲もうビッタンコです。 F メジャーセブンスからこう C に行って d マイナーセブンスので C に行ってでまた F メジャーセブンス行ってとこういう曲なんですよこれ。バッチリですね。ということでこれが、もう解析されましたこのようにね。でこれをこう解析されたコードそのものをなんとこれね、この PSR-S670 にコード進行ここで解析したコードトラッカーの解析したコード進行をこいつに送り込むことができます。コード進行いってみましょう。楽器に送信そうしないとねこの今ギフトって曲になってますけどじゃあこれを送信ってやりますね。そうするとここで画面がこう切り替わります。このように今一瞬撮れました。このように今も来たんです。もうここに来てますねこれ。曲ごと曲名ごとソングのところにねすごいですね入りました。でこれでソングをスタートしてみるとこの今のコード進行でこの PSR-S670 のスタイルがなると、もう自動でコードはもう d マイナスCメジャーセブンすごいこういう連動ができる。これはね、今カメラコネクションキット経由で、USB で、PSR-S670 につないでますけどもちろんねこういう Wi-Fi アダプターもねあるんですよヤマハに。ということは Wi-Fi 経由で、こっち側にあるやつを iPhone がiPad でもいいですけどそこから Wi-Fi 経由で無線で送り込むこともできますから。すごいですね。進んでますね。素晴らしい。 PSR-S670 もう最高に楽しいです。ぜひね、お店で触ってみるといいと思いますね。PSR-S670 でした。